どうもステップスポーツ東京本店の321です。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。毎年ですね、この時期はお客様たくさん来ていただきまして本当にありがとうございます。まだまだ盛り上がってまいりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そんな新年一発目に明るいニュースをお届けいたします。さて、今回紹介するシューズはこちら、じゃじゃん、アシックスノバブラスト4です。こちら僕自身もすごく楽しみにしていた新作です。前作がかなり人気だっただけに今作どうなっているか楽しみですよね。それでは早速いってみよう。それでは紹介をしていきます。その前に今回の全体的なアップデート一言で表すと、反発性が向上してより速いスピードでも対応できるようになりました。どんなアップデートがされているのか紹介していきます。まずはアッパーから紹介していきます。エンジニアードウーブンアッパーになっております。前作よりも見た目が光沢のある生地感ですよね。少し伸びが良くなった印象です。特に前足部あたりは力を入れた時に伸びを強く感じます。かかとは履き口のクッションが増してホールド感が上がっております。全体がウーブンアッパーに変わったことで伸縮性が増して、そのままだと不安定になりがちなので、かかとのホールドが良くなったのはすごく嬉しいです。続いてミッドソールです。 FF ブラストプラスから FF ブラストプラスエコに変わっております。素材自体のクッション性反発性は変わっておらず、サスティナブルでエコな素材となっております。さらにですね、ミッドソール部分、かかとの部分ですね、横に広がっております。これはかかとで設置した時の安定性を確保するためのもの。そしてまたそれだけではなくて、ボリュームアップしてますので、クッション性と反発性もより強く感じやすくなっております。その代わりに前作よりも 5g 約重量が重くなっておりますが、これに関しては個人的にはあまり感じませんでした。そもそもが結構軽いですからね。27センチで 250g。これだけのクッション、このボリュームでこの軽さっていうのは驚きだと思います。そしてノバブラストといえば、この独特のミッドソール形状ですね。切れ込みがありますよね。前作まではこうシュッシュッと一方向に切れ込みがありますよね。今作はこういろんな方向に切れ込みが入っております。こうすることでぐにゃーっと潰れ切ってしまうのを防いでくれています。前作までは一方向に切れ込みが入っているので、この方向にぐにゃっと潰れやすいんですよね。ぐっと潰れて衝撃を吸収してくれますので、クッション性の方がより強く感じます。今作では逆に潰れづらくなっておりますので、感触としてはちょっと硬く感じると思います。より反発性と安定性を感じやすいです。ですが素材自体が硬くなっているわけではないので、ちゃんとクッション性もしっかり担保しております。そして前足部に関してはこっちの方向に切れ込み入ってますよね。こちらは踏み込んだ時にこの形状のおかげでぐーっと力をためやすいようになっております。ここで合わせてアウトソールの形状にも触れていきますが、前作よりもここのトランポリン構造の溝が深くなっているんですよね。それも相まってさらにググッと沈み込みが強くなって、より反発性、バウンド感を感じやすくなっております。この前足部の切れ込み、そしてトランポリン構造の溝の深さ、2つの要素が合わさって前作よりも力をググーッと溜め込んでバーンと強い反発を得ることができます。そしてさらに注目すべきはこちら、かかとの溝も少し深くなっているんですよね。ここはトランポリン構造ではありませんので、深く沈み込む役割というよりは力の方向を前にガイドする役割になります。かかとで踏んだ時に前方向に抜けやすく、体重が転がしやすい仕様になっております。さらに先ほども申し上げましたが、かかと部は多方向に切れ込みの入ったメットソールの形状によって潰れ込みがしづらくなっております。潰れづらいかかと、潰れやすい前足部、硬いから柔らかいへと、これもまた前方向へのガイドをする役割を果たしています。前にスーッと体重移動しやすくしておいて、ここで前足部で力をぐーっと溜め込んでバーンと、この一連の動きがすごくしやすくなっております。これはすごいよく考えられていると思います。もう全部アシックスさんの計算通りでしょうね。感覚の話で言うと、前作まではポーンポーンと少し上方向に
跳ねながら進むイメージだったんですが、今作ではより体重移動がしやすくなったことで、よりシャープにスパーンスパーンと前に進みやすくなっております。次におすすめのターゲットについて話をしていきます。前作よりもよりシャープな履き心地になったことで、より速いスピードにも対応できるようになったと考えております。前作でもエリートランナーの方や学生の陸上部の方にもジョグ用として人気だったんですが、より楽に速いペース、キロ3分台から4分半ぐらいのペースも楽に出しやすくなりました。特に厚底カーボンシューズをロードレースで履いている方にとっては、厚底の弾む感覚もつかみつつトレーニングがしやすくなっております。中級者の方にとってはマラソンのレース用としてサブ 3.5 からサブ4ぐらいの方で、ちょっとプレートありのシューズ硬くて苦手だなという方はこちらを履いていただければ、ある程度自分の力でちょっとペースをコントロールする感覚もありつつ、弾みで体を前に進ませてくれるので助けてくれると思います。初心者の方にとっては普段のジョグから少しスピードを出したいなという幅広い場面で活躍できる一足です。ひとまずランニング用にと考えている方はかなり使い勝手がいいのでおすすめです。また初心者の方のマラソンのレース用としては全然使えると思いますが、あまりおすすめではありません。ここまでの反発はいらないかなというのが正直な感想です。42キロという距離を考えた時に、この反発よりもしっかりどっしり体を支えてくれる安定性を優先した方が、マラソン後半大崩れすることなくしっかり走り切らせてくれるんではないかなと思っております。次に他のシューズと比較をしていきます。まずは同じメーカーのアシックスの中でクッションシューズというと、ゲルカヤノ、そしてゲルニンバス、そしてスーパーブラスト、この3足があります。一言で言い表すと、サポート力のカヤノ、クッション性のニンバス、反発のノバブラスト、超反発のスーパーブラスト、このように分けられます。カヤノに関しては一歩一歩安定して横ブレがないように前に進ませてくれます。多少重たくても怪我をしたくないとか、膝や腰をよく痛めてしまうという初心者の方のマラソンのレース用としておすすめです。そしてニンバスはしっかりと衝撃を吸収してくれるクッション性と、コロンと前に足を運ばせてくれるライド感があります。柔らかい履き心地が好きな方とか、比較的体重が軽くて初心者の方、マラソンのレース用におすすめです。ノバブラストは先ほど紹介したようにかなり幅広い方におすすめです。一足持っておけば使うのに困ることはないと思います。スーパーブラストはノバブラストの強化版、超反発バージョンです。より反発の強い FF ブラストターボをふんだんに使ってポヨンポヨンとかなり弾みます。強い推進力と反発がありますので、最近だと短距離選手のアップシューズとしても人気の一足です。とにかくかなり前に進みますので、プレートなしのシューズの中でも本当に一番進むんじゃないかなと思います。強い推進力、反発力、そしてもうとにかくシューズに任せてグイッと進ませてほしい、でもプレートはちょっとなという方にはおすすめの一足です。次にボヨンボヨン弾む系のシューズとしてナイキのインビンシブルランと比較をしていきます。まずシューズ全体からもらえる推進力はインビンシブルの方が強いかなと思います。やっぱりこの全面ズーム X っていうのはものすごい跳ねてくれる感触はあります。ノバブラスト3跳ねるんですが、前足部のトランポリン部分をグッと足を押して前に進んでいくイメージなので、自分の力がちょっと加わっている分、助力はインビンシブルランの方が強いと思います。あとはインビンシブルランの方がよりこの面で反発をもらってそのまま面で進んでいく印象です。全然地面を蹴っているような感覚がしません。ノバブラスト3はさっきも言いましたが、前足部のトランポリン部分でグッと押していくような感触なので、多少自分で力を加えている感覚があります。なのでより自動的に一定のペースで楽に進んでいきたいという方はインビンシブルラン。一方安定感でいうとノバブラストの方が優れております。どうしてもちょっとブレを感じます。特にキロ5分ぐらいだと左右のブレを感じることがあります。その点ノバブラスト3は FF ブラストプラスエコズーム X よりはしっかり安定してくれますし、接地面も広いのでぐらつきが少ないです。
その人のレベルや走り方によるかもしれませんが、走り終わった後の疲労感はノバブラストの方が少ないと思います。エリートランナーの方にとっては、疲れも残したくないけどキロ3分半ぐらいの早めのペースでちょっと心拍を上げて汗をかきたいという時は、インビンシブルラン。とにかく疲れが残らないようにキロ3分50ぐらいで走りたいという時は、ノバブラスト4のようにちょっとペースや目的で分けてもいいかなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今作ノバブラスト4の紹介をしていきました。実はですね、前作の3を僕購入しまして実際に走ってました。ものすごいお気に入りで、今作の4もぜひ買いたいと思っております。正直ですね、今回商品説明まだ実は外でちょっと走ってなくて少し拙い部分があったかもしれません。またですね、4を実際に買って外で走ってより詳しいレビューいたしますので、ぜひぜひ楽しみにお待ちください。それでは今回の動画につきましても、高評価、低評価、コメント、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今年も1年よろしくお願いいたします。バイバーイ。